ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 日本グランプリ V カーブ角田裕樹は順調も、リカルドは次戦に新シャシー投入の最終手段へ、岩佐歩夢は FP1 出場の話題です。レッドブルのマックス・フェルスタッペンは FP1 でチームメイトのセルジオ・ペレスを抑えてトップタイムを記録しました。 FP2 は雨のためにほとんどのマシンが走れず、中途半端な印象でセッションは終わりました。レッドブルはアップデートが順調に機能して FP1 ではレッドブルがワンツーを記録しました。ビザキャッシュアップ RB では岩佐歩夢選手が FP1 で F1 デビューをし、角田裕樹選手と旧フロアと新フロアの比較を行いました。 FP2 には角田選手のチームメイトのダニエル・リカルドが出場しましたが、あいにくの天候でほとんど走行はできませんでした。リカルドは不調から抜け出すために最終手段として中国グランプリで新しいシャシーに取り替える予定ですが、エンジニアからはシャシーを取り替えてもパフォーマンスが上がるものではないと指摘されています。リカルドはシャシーには常に小さな違いがあり、自分がゴミだと言われる前に少なくともそれを解決したかったと話しています。鈴鹿ではレッドブルは RB20 に初めてアップグレードをしていて、 FP1 のパフォーマンスはアップデートがポジティブな効果をもたらしたことを示唆しています。レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコはアップグレードされた RB20 が最初から期待通りに機能したことを確認して ORF に次のように話しています。総合的なパッケージで初走行では期待通りの走りができた。技術的な変更もうまくいっている。 FP1 ではビザキャッシュアップ RB から岩佐歩夢選手がデビューしました。ダニエル・リカルドのマシンに乗った岩佐選手はチームメイトの角田裕樹選手にコンマ9秒差の16番手でセッションを終えました。マルコは ORF に次のように話しています。岩佐はレーシングブルズでとてもいい走りを見せてくれた。角田裕樹との差は1秒以内だ。とてもポジティブなパフォーマンスだ。リカルドはパフォーマンスを取り戻すため最後の手段として中国グランプリでモノコックの変更を予定しています。 RB のエンジニアはこれで問題が解決するとは考えていないようです。リカルドはもともとは2024年に向けて楽観的でした。完璧な準備でシーズンをスタートできると思っていた。トレーニングを積んでとてもいい感じだった。年明けには全開になれると固く信じていた。でも残念ながらそうはならなかった。角田選手との予選での対戦成績は0対3で完敗状態です。角田選手はリカルドのホームレースであるメルボルンでチームにとって重要なチャンピオンシップポイントを6ポイント獲得しました。リカルドは高速コーナーが苦手で自信を持てなくなっています。エンジニアたちと一緒に気を抜かずにハードワークを続けるしかない。足りないものはいつかは出てくる。メルボルンのレースペースは外から見たほど悪くなかった。ただいつかは全てがうまくいくはずだ。リカルドはマクラーレンでの長い苦悩の時期との比較を望んではいません。その弱点はテクノロジーにも関係しているのではないかとリカルドは疑っています。ジェッタ以来すでにいくつかのことを試してきた。上海に向けてまた少し変えていく。全てがフィットするようにしたいんだ。それは僕が始めたことなんだ。僕は長い間 F1 にいてシャシーには常に小さな違いがある。僕がゴミだと言われる前に少なくともそれを解決したかったんだ。レーシングディレクターのパーメインはリカルドの現在のマシンに疑問があるから新しいシャシーが作られたのではないと主張しています。シャシーとはサスペンションを取り付けエンジンを取り付けギアボックスを取り付けるための大きなカーボンの塊だ。
シャシーにパフォーマンス上の問題がある可能性はほとんどない。しかし新しいシャシーが投入されるのだから、ダニエルにシャシーを与えるのはあらゆる面で理にかなっている。ドライバーに好みはない。ダニエルの場合は車に何か問題があったことを完全に水に流すのがいいのかもしれない。過去にはシャシーに問題があるのではないかと疑っていたドライバーが正しかったことがチームによって発覚することもありましたが、リカルドの V カーブ01に関してはそのようなことはないとパーメインは考えています。シャシーをリグに乗せて合成などをチェックすることで測定できることもある。可能性が低いと言ったのは、それがパフォーマンスの差別化要因にならないからだ。レギュレーションではサバイバルセルと呼ばれているもので、フロントサスペンションをオフにマウントし、エンジンをオフにマウントし、ドライバーの安全を守るためにある。だからパフォーマンスの差別化にはならないし、ドライバーを乗り降りさせるようなものでもない。ドライバーを入れ替わり立ち替わり出入りさせるようなものではないのは確かだ。ダニエルに与えるのは理にかなっているが、彼の問題のために新しいシャシーを持ってくるわけではない。ただ全てがうまくいったということだ。パーメインはリカルドの個人的な好みに合わせてマシンをチューニングする場合、チームは慎重なアプローチを取らなければならないことを認めています。というのも、セットアップでその種のことに対処することは可能だからだ。でもそうしたくないのは車を遅くすることで、僕たちは遅い車にしないよう慎重にやってきた。完璧な世界ではダイヤルアウトを行い、彼に自信を与え、それからゆっくりと最大限のパフォーマンスを得るために戻していく。ダニエルの車が最も速い状態で走れない理由はない。それは明らかだ。彼はそれを理解していると思うし、僕たちがすべきことは彼に可能な限り速いマシンを提供することなんだ。鈴鹿では RB チームは改良型フロアを導入しました。 FP1 では角田選手が改良型フロアで走行し、サードドライバーの岩佐選手はノーマルバージョンを使用しました。 FP2 ではリカルドのマシンも新しいフロアに変更されました。パーメインはこのアップデートが低速コーナーが多いサーキットでのパフォーマンス向上をもたらすと話しています。フロントにはストレーキがあり、サイドには新しいウイングが装着されている。これでダウンフォースが少し増えるんだ。ここ鈴鹿で素晴らしいものになるというのは少しためらわれる。低速に重点を置いていて、ここではより高速な内容になっている。だからこそここでは少し躊躇していると言っているんだ。次の 2,3 レースではその部分をターゲットにしたアップグレードを予定している。岩佐歩夢 FP1 ベストラップ1分32秒103、順位16番手。鈴鹿は何度も走ったことがあるけれど F1 マシンで走るのは全く違う素晴らしく特別な感覚だ。プッシュする能力がはるかに高いし、マシンの限界もはるかに高い。将来に向けていい経験ができたし、この機会に感謝している。レッドブル、ホンダ、そして V カーブの全ての人たちに感謝している。今日は何の問題もなく、マシンのフィーリングも良かったので、予想以上に早くペースを上げることができた。またセッションを通してチームと共にかなり前進できたと思う。主な目標はチームのためにできるだけ多くのデータを取ることだったから、とにかく多くの周回をこなすことが重要で、プッシュしすぎてはいけなかった。週末に向けていいデータが得られたと思う。結局2セット目のタイヤはペースを上げて鈴鹿サーキットを F1 マシンで走る感覚をつかむためのものだった。目標は全て達成できたと思うし、残りの週末はチームでもっと経験を積めるように頑張りたい。今日のドライブはハードにプッシュし続けるモチベーションをさらに高めてくれた。角田裕樹 FP1
ベストラップ1分31秒230。順位9番手 FP2。 ベストラップ1分40秒946。順位4番手。日本の観客の前で鈴鹿に戻ってくることができて嬉しい。僕らにとってはポジティブな初日だった。 FP1 では10位以内に入ることができ、ペースがあることを証明できた。アップグレードされたフロアは低速コーナーをターゲットにしているが、ここでは中高速コーナーが多いので過度な期待はしていない。 FP3 までにいくつか改善の余地がある部分を微調整し、予選ではそれをまとめてパフォーマンスを引き出すことに集中する。とても特別なレースだったし、まだ金曜日だから全力を尽くして最大限の力を発揮するために戦うのが楽しみだ。ダニエル・リカルド FP2。 ベストラップ1分41秒913。順位5番手。歩夢が FP1 でホーム走行をしている間、僕は席を外していた。最初のセッションはピットウォールで落ち着いていて、オンボードを見たりドライバーのコメントを聞いたりしながら多くのデータに目を通した。そして FP2 ではマシンに乗り込んだが、コースコンディションのせいで数周しか走れず、少しフラストレーションがたまった。天候が中途半端でインターの走行やドライでの適切な走行ができるほどではなかったということだ。それほど走らなかったので、おそらく数秒でも十分だっただろう。午前中の走りを見ると勇気はすぐにスピードに乗ったようで、セッション中ずっとトップ10にいた。おそらく中団の前方にいたように感じた。予選では何が起こるかわからないが、期待通りの走りができたと思う。アランパーメインレースディレクター。ここ鈴鹿でレースをするのはいつも楽しい。ドライバーたちが大好きな素晴らしいコースだ。今朝はダニエルの代役として歩夢がマシンに乗り、完璧な仕事をしてくれた。彼はマシンをスピードに乗せ、素早く良いフィードバックをしてくれた。歩夢はノーマルのフロアを使い、新しいフロアは勇気の車に搭載した。そのおかげで比較することができたし、非常に正確な評価を得ることができた。新しいフロアには満足しているし、予想通りの結果を出してくれている。勇気はすぐにスピードに乗り、午前中はとても素直な走りを見せた。マシンのフィーリングはとても良く、バランスにも満足していると語った。午後はもちろん雨に見舞われた。今シーズンはまだインターを走らせていなかったので、ウェットコンディションになる可能性のあるヨーロッパシーズンに入る前に何か学べることがないか素早く感触を確かめたかったんだ。ダニエルは FP2 でマシンに乗り込んだが、ウェットコンディションだったため走行が制限されたのは残念だった。理想的な状態ではないが、彼は明日 FP3 があるし、明日の予選の準備に支障が出るとは思っていない。ほんの数周だったが彼は満足していた。 F1 日本グランプリ V カーブ角田裕樹は順調も、リカルドは次戦に新シャシー投入の最終手段へ。岩佐歩夢は FP1 出場の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。